FX で買いと売りの溜まる状況を大衆心理から読み解くには、FX では買いや売りが一方的に溜まる状況というのがあります。この場面をうまく見極めることができれば、余計な損失を防ぐことができます。そこで今回は、買いや売りが溜まる状況について、大衆心理の観点からお伝えしていきます。買いが溜まっている状況とは、買いが溜まるというのは、言い換えれば、買っている人が多くいる状態ということになります。じゃあ、買っている人が多くいる状態はどんな時なのかというと、時間をかけて上がり続けている状態です。チャートで言うと、次のような状態です。このような状態だと、ジグザグに押し目をつけながら上がり続けていますよね。これは相場参加者の大部分は上昇トレンドだと判断しているので、ちょっと下がったら買いがひたすら入ってきている状態です。このようになると、売っている人数よりも買っている人数の方が圧倒的に多いので買いが溜まっていきます。そのため買いが溜まった状態でちょっと強めに下がったりすると、買っている人たちは、やばい、逃げないと利益がなくなると焦って一斉に決済をしてくるので、さらに大きく下げていくことが多いです。つまり、決済による下げが、さらに決済による下げを呼ぶ感じです。例えば、今回のチャートだと、その後の動きは次のようになりました。天井をつけた後に、どんどん下がっていってますよね。これは買いが溜まっていたせいで、一気に決済の売りが出た証拠です。ちなみに、このチャートをよく見て、大衆心理を考えてみると、みんな一斉に逃げてるなというのがわかります。例えば、このチャート画像では、一本大きい陰線が出ていますよね。この大きな陰線が出ることで、買っている人たちが、あ、やばいと感じて決済をし始めました。ただ、強い陰線が一本出たとはいえ、まだまだ上昇トレンドなので、一旦買いが入ってきます。しかし、そこから買いが続かず、再度下落していますよね。しかも、一本、上髭の長い陰線が出ちゃってますよね。これを買っている人たちが見た時点で、本当にダメかもと判断して、さらに決済売りが出て下落します。とは言っても、このチャートだと、まだ上昇トレンドだし、押し目買い候補として水平線が引けますよね。だから、もう一回押し目買いが入ります。それでも、赤ラインに来るまでの大きな差や、買いが続かない状況によって、買おうとしている人たちは、嫌な感じだな。あんまり上げそうにないな。と不安になっている状態です。よって、買いが入る量も少なく、上げる力が弱いので、直近の高値にも届かずに下げ出しています。こうなってしまうと、買っている人たちは、もうダメだな、と判断して、一斉に売りの決済をしてくるので、売りが売りを呼んで、大きく下落していくのです。さらに、赤ラインを下抜けたことで、赤ライン近辺で買っていた人たちの損切りも巻き込むので、下落が一層強まっていきます。この状況が派生すると、買いが溜まっていたことにより、どんどん決済売りが出るので、多少反発したとしても、あまり意味がありません。むしろ、買っている人たちの決済に加えて、買いが溜まっていることを感じ取っていたトレーダーたちが、新規の売り注文を入れてくるので、下げが加速していきます。買いが溜まっていると、このような急な下落が起きやすいので、一方的な上昇が続いている場合に、強めの下落が出た時は、少し注意した方がいいです。ちなみに、売りが溜まる状況は、買いを逆にしただけです。一方的な下落が続くと、買っている人数よりも、売っている人数の方が圧倒的に多くなっています。だから、安値更新をできなくなってくると、売っている人たちが、安値更新できなくなってきたな。そろそろダメかもなと判断して、徐々に決済をしてきます。そして、一旦上昇するのですが、レジスタンスとなる場所で一旦の戻り売りが入ってきます。ただ、戻り売りが入って下落してもいいはずなのに、下げる力が弱くて安値更新をしないことで、あ、もうダメっぽいと売っている人たちが判断して、さらに決済が多めに出てきます。これによって、一本大きな陽線が出ています。そして、この大きな陽線によって、もう完全にダメだ、と売っている人たちが判断して、一斉に決済売りが出て上昇します。さらにこの場面では、新規の買いも入ってくるので、上昇がより加速していきます。このように、売りが溜まると、一
気に上昇しやすくなるので注意が必要になります。特に売りの場合、買いよりも動きのスピードが速いので、すぐに損切りができないと、あっという間に大きな含み損を抱えます。だから、売りが溜まった状態で売りエントリーを狙う場合は、損切りを徹底しましょう。以上は、私が考える、買いと売りの溜まる状況になります。今回のように考えることで、危険な場所でエントリーする、というのを回避することができるようになります。買いと売り、両方が溜まっている状況は、買いと売り、両方が溜まっている状況の場合は、チャート上ではっきりとわかります。それが、レンジ状態のチャートです。レンジ状態というのは、一定の幅内でレートが行き来している状態ですよね。つまり、この範囲で、買いと売りが戦っている状態です。そして、買いと売りの損切りポイントは、レンジを抜けた場所に置いてあります。また、レンジを抜けることを期待して売り買いをしているので、利食いに関しても、レンジを大きく抜けた位置で考えています。そのため、レンジ内で売り買いをした人たちは、損切りをするにせよ、利食いをするにせよ、レンジを抜けないとあまり決済をしてきません。ということは、レンジ状態が長く続くほど、買いと売りのポジションが溜まっていくのが想像できると思います。だから、レンジをどっちかに抜けたときは、溜まっていたポジションの損切りが大量に発動するので、大きな動きが発生するのです。今回のチャートも結局、次のようにレンジを下へブレイクしました。このチャート画像だと、ブレイク幅が小さく見えますが、これでも、レンジ下限から100ピップス以上ブレイクしています。要するに、溜まっていた買いポジションは、損切りによって解消された証拠です。ちなみに、私個人の経験上、レンジブレイクの手法は勝率があまり良くありません。もちろん、ブレイクした後にそのまま伸びていくこともありますが、大体は戻ってくるので、戻り売りや押し目買いをした方が勝率は高い傾向にあります。まとめ。買いと売りが溜まる場所に関しては、ピンポイントの場所というよりも、全体の流れから見て判断していくと余計な損失を回避できます。よって、上昇や下落が明らかに長く続いているときは、無理にトレードをせずに、一旦様子見をするのも一つの戦略になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。